れ様。元気？私は元気です。実はね、この動画ね、10テイク目なのね。だからね、もう超ラフに撮らせてもらいます。すいません。ではね、今日はね、朗読をします。朗読をさせてください。リクエストがあったので、読むのめっちゃ下手なんですけど、よろしくお願いします。はい。じゃあ、始まり。どうした？しんどい？お腹痛い？そっか。もしかして生理痛？やっぱり。そっか。生理痛痛いよね。わかる。私もね PMS だからね、その痛みとか気持ちとかすごくわかるから、無理しないで。じゃあ今からその痛みをちょっと緩和する方法をちょっとやるね。ちょっと待ってて。まずこれ。これね、私が使ってる湯たんぽ。お湯入れるね。待ってて。この湯たんぽをお腹に当てると少し痛みが緩和するから使って。はい、どうぞ。はい。あったかいでしょ。そうそう。あとね、これ春北海道。春北海道の方がいいの。ここ腰のところに貼るとまた痛みがね緩和するから、ちょっと腰のところ見せてもらってもいい？しんどい中ごめんね。切り口がないんだけど。あ、よし。じゃあ腰のところに貼らせてもらうね。最初ちょっと貼るとひんやりするけど、ちょっと我慢して。はい、じゃあいくよ。
だんだん暖かくなってくるから、ちょっと待っててね。よし。これセデスっていう頭痛薬なんだけど、生理痛にも効くのね。これ成人は15歳以上は1回以上飲んでほしいんだよね。そう。この薬を飲んでほしいんだけど、飲める？ちょっと今お水用意するね。よし。はい。じゃあまず薬飲むの得意？私錠剤の薬3つ一気に飲めるんだけど、あなたは2錠一気に飲める？あ、いけそう？わかった。じゃあ口開けて。はい。次はお水ね。はい。よいしょ。この薬は結構早く効くから、良くなるといいね。そうね。あとこれだ。これ毛布。生理の時は体を冷やしちゃダメだから、これかけていい？かけるよ。はい。よいしょ。よし。どう？だんだん北海道もあったかくなってきたんじゃない？だってさ、最近めちゃくちゃ頑張ってたじゃん。頑張ってたって。嘘ついてもダメ。だってそばで見てるからわかるよ。頑張ってるって。無理しちゃダメだよ。今回無理しちゃったから、無理がたたって生理痛ちょっと強く響いちゃってるんじゃんね。体のサインだよ。大丈夫。私がいるから。大丈夫。あ、そうだ。ご飯食べた？あ、まだ？そっか、そうだよね。
そうなんだよ。そうなんだよね。お腹痛い時って食べれないんだよね。わかる。私も本当にね PMS と長く付き合ってきてるからわかるよ。すごくわかる。うん。だからね、生理痛が人より強く出てる方はね、できたら婦人科に行った方がいいよ。私ね、定期的に検診受けてるからね。そうそう。私は中学の時から生理痛が人より強くて、学校も結構休んでた。それが理由で。すぐにね婦人科に行けばよかったんだけど行かなくて、で今になってちょっと大変なことになって、でももう手術したから大丈夫なんだけど、でも結局また定期的に検診を受けなきゃいけない感じだからさ、特に若い方ほど早めに受けた方がいいよ。これはね私からのお願い。うん。ねめんどくさい体になっちゃったからね。そう早めに打てばね解決するから。そう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 。もう私みたいな体になってほしくないっていうかね。うん。でも私はハッピーだけど、うん、こうならない手段もあるからね。そう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 。はあ、ごめん話が長くなった。ちょっと待ってて。お茶飲んでいい？ちょっとごめんね。うんうん。この動画ね10テイク目だからね、ちょっとね喉が渇いちゃってごめんね。よし。それでねでも食欲はなくても食べなきゃいけないじゃん。例えば薬飲むときに、あ、そうだ、朝も昼も食べてないの、その中でスキッパーで薬飲みたくないっていう時に、私はいつもこれをね取ってます。じゃん。これマルチビタミンゼリー。そうそうそう。なんでもいいよ。ビタミンゼリーでもいいしさ、今いろいろあるじゃない。そうで、私は今回はこのタイプを買ってみたんだけど、量がね少ないのこれ。だからビタミンゼリーも大好きでよく飲んでるんだけど、あれちょっとね量が多いのよね。そうそう。で飲みきれない時もあるから、これはねわりかしねちょっとねスカスカなのね。そうだからちょっと飲みたい時におすすめかな。でこっちがマスカット味で、こっちがグレープフルーツ味です。そう両方置いとくから好きなタイミングに飲んで。うん。あとね、もうどうしてもこういうゼリーも飲めない時ってあるじゃん。そうその時におすすめするのがこれじゃん。
スゼリー、5種類のね味がね楽しめます例えばこれオレンジとピーチ、これはアポ、そうしてグレープ、そう私この味が好きです。パイナップル、そうこれをねなんていうんだろう、ちょこちょこ食べると食べやすい、なんて言ったらいいのかな、そうちょっと食べなきゃっていう時に手が出しやすい量かな。これも置いとくからまた好きなタイミングで食べて。あ、だんだん痛みがちょっと良くなってきた。よかった。聞くまでがね大変だからね、大丈夫よ。生理痛の痛みってね、例えるならばね、私たちのこういうひどい痛みって下から突き上げられるような尖ったものが突き刺さるような痛み、霧わかりますか？霧とか、なんか包丁みたいなもの、アイスピックみたいなものが下からこう突き上げられてるような痛みがね襲いかかってくるので立てなくなるんですよね。そうで、最悪の場合吐き気が出たりとか汗が止まらなくなったりするので、私はよくね中学からね休んでたね、生理になるたびに。そうだから本当にね、私と同じようなね症状のある方はね、婦人科に行って解決策があります。そうそうだ、朗読をこのタイミングなんですが、朗読をしようと思うの。私の朗読の効果にはね、安眠効果があると思うよもうね、ごめんね、言葉が思いつかないんだけど、今のあなたには睡眠が必要だと思うの。だからその睡眠誘導というかお手伝いを、させてほしいな。だから朗読って言ってもちゃんと聞かなくていいから、ぼんやり眺めてて、てか聞いてなくていいから、目を閉じてなんとなく聞いてて。オッケー。分かった。ちょっと待ってて。よいしょ。はい、蜘蛛の糸。なんで私が蜘蛛の糸をチョイスしたかというのはね、蜘蛛の糸はなんかね、結局はバッドエンドじゃないですか。
バッドエンド。私基本ハッピーエンドよりバッドエンドとか意味不明な終わり方をするストーリーが好きなんですね。そう考えさせられる話が好きなので、てな感じで読みます。はい、よいしょ。では始まり。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれておりました。極楽はちょうど朝でございました。やがてお釈迦様は蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっておりますから、水晶のような水を透き通してその様子がまるで覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が他の人たちと一緒に苦しんでいる姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪いことをした大泥棒ですが、それでもたった一つ良いことをしていました。というのは、ある時神田田が林の中を通りかかりますと、小さな雲が一匹道端を這ってゆくのが見えました。神田田は足を上げて踏み殺そうとしましたが、思い返してとうとう殺さずに助けてやりました。お釈迦様はそのことを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるなら神田田を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。そばをご覧になりますと、蓮の葉の上に雲が一匹美しい糸をかけておりました。お釈迦様はその雲の糸をそっと手にお取りになりました。そうしてはるか下にある地獄の底へまっすぐに下ろしなさいました。何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと、遠い遠い天の上から銀色の雲の糸が一筋細く光りながらスルスルと自分の上に垂れてまいるではありませんか。神田田は思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登ってゆけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。
もとより大泥棒のことですから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となく隔たっているものですから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこでまず一休み、糸のシュにぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分のいた血の池は、今ではもう闇の底に隠れておりました。この分で登ってゆけば、地獄から抜け出すのもわけないかもしれません。神田田は閉めたと笑いました。ところがふと気がつきますと、雲の糸の下の方には数限りのない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上へ上へと一心によじ登ってくるではございませんか。自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし切れたとしましたら、せっかくここまで登ってきた肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そういううちに罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ、糸は切れてみんな落ちてしまうでしょう。こら罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰の許しを受けて登ってきた。降りろ降りろ。その途端、今まで何ともなかった雲の糸が、神田田もそのまま風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。お釈迦様は極楽の蓮池の縁に立ってじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながらまたお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。蓮池の蓮はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある
金色のしべからは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽ももうお昼近くになりました。よし、はい。